んにちは、もみじです。前回の動画では水上飛行機に搭乗してシアムワールドモルディブに行くところからリゾート滞在の前半をお送りしました。今回はその続き、リゾート滞在後半の様子をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。3日目の朝です。この日も曇り空からのスタートでした。2日目に借りた自転車で朝食に向かいます。朝食はビュッフェスタイルのバラーバルでいただきます。ビュッフェの内容は2日目の朝に行った店舗と大きな違いはなく、多種多様なメニューが揃っていました。日本ではなかなか食べることができないようなものも多かったので、飽きることなく朝食を楽しむことができました。一旦お部屋に帰ります。この日は風が強く、赤い旗が立っていました。赤い旗の意味は強い流れなので特に注意してくださいということのようです。なんだか雲行きが怪しいなと思っていたら、雨が降ってきました。雨は止んで、予定があったので自転車を一旦返却してからとある場所に向かいました。やってきたのはこちら、シープレックウォータースポーツです。カヤックのレンタルを予約していたのですが、風が強く、沖には簡単に出られるけど戻ってくるのは難しいよということで、残念ですが諦めました。こちらはロンドンのバス停。この時はまだ11時。まだお腹は空いていなかったので、トゲザーにドリンクをいただきに来ました。
一旦お部屋に帰ります。カヤック用に水着を着ていたので、お部屋のプールに入りました。お昼ご飯に行く前にアーケードというショップにやってきました。ここにはアパレルやアクセサリー、お土産などが売っていました。お土産のショップにはお菓子などは売っていなかったので、お土産の購入は空港がおすすめです。お土産を見た後は昼食に向かいました。こちらはキッズワールド、子供向けの施設です。給食はシップウェッグにやってきました。こちらは前菜の代わりにミニビュッフェがありました。メインで注文したマルゲリータとバーベキューチキンのピザです。こちらには海に面しているプールがありました。これからマッサージを受けるためにビオスパまで移動しました。こちらで受付をして中に入っていきます。こちらで問診やお茶をいただきました。それではマッサージをする建物まで移動していきます。マッサージを行う建物は個別の建物になっていて、プライベート感満載でした。マッサージが終わりました。普段なかなか受けることはないので、とてもリフレッシュすることができました。最後にまたお茶をいただきました。ちなみに金額はハネムーン特典で2人で150ドルでした。ここから次の目的地まで送迎はしていただけるようですが、歩いて部屋に帰ることにしました。滞在3日目、まだイベントは終わりません。これからサンセットクルージングに行きます。受付をして飲み物をいただきながら待ちます。いよいよ乗船していきます。船の中は左右にベンチがあるだけで心もとないなという印象でした。出港しました。途中で水上飛行機がやってくる様子を見ることもできました。途中でドリンクもいただきました。事前に案内もあったのですが、風が強い日だったのでかなり船は揺れていました。この船の天井部分に登ることができ、お子さんが登っていたりしました。また船首の方でほとんどの方が記念撮影をされていました。あと2隻一緒にクルージングをしていました。本来であれば島の反対側、太陽が海に沈んでいく様子を見る予定でしたが、
波が高かったことやあいにくの曇り空ということもあり、沖合に出るだけで帰ってきました。実はこの船、舵取りは足で行っていました。夫は船舶免許を持っていて、私も以前持っていたので、2人とも興味津々でした。夕食まで時間があるので、一旦お部屋に帰ります。部屋に帰ってから雨が降ってきました。夕食は21時半の予約で、丸々滞在できるのもあと1日となったので、片付けをしながら時間を潰しました。ターンダウンに来られる時間とかぶっていたので、こちらを外のドアノブにかけておきました。夕食はこちらの和風グリルにやってきました。グリル料理のお店です。まずはお飲み物からいただきました。前菜は牛肉のカルパッチョとカレー風味のモルディブのマグロです。メインは地魚のグリルと牛フィレ肉です。こちらはデザートの一つのブラウニー。熱々の鉄板にチョコレートソースがかけられました。こちらは黒缶ロワイヤルです。ごちそうさまでした。お部屋に帰ります。これにて3日目は終了です。4日目の朝です。この日の朝食はハネムーン特典のフローティングブレックファストです。スタッフの方が準備をしに来てくださいました。事前に卵料理やパンの種類など選ぶことができました。詳しい内容については次回の動画でご紹介したいと思います。準備が整いました。コーヒーとシャンパンはプールサイドに置かれていました。最初はプールに入って食べていたのですが、あいにくの曇り空と体が冷えてしまったので、プールから出ていただきました。朝食の後はハネムーン特典で写真を撮っていただけるということでしたので、ショップが並ぶアーケードまでやってきました。目的地は2階です。撮影していただくスタッフの方と合流して撮影場所まで向かいます。この辺りで場所やポーズを変えながら撮影しました。撮影したデータはその日の夕方にできるということでした。せっかくモルディブに来たのに、この旅行ではまだシュノーケリングをしてなかったので、一旦お部屋で水着に着替えてからシュノーケリングのセットを借りに行きました。あと、濡れた水着を持って帰るのはちょっと嫌だったので、水着を乾かす時間も確保できるこのタイミングで行きました。シュノーケリングのセットをレンタルしに行きます。
ちらでレンタルします。レンタルできました。早速、近くのビーチで泳いでみます。2、30分ほど泳ぎました。これから昼食に向かいます。昼食はトゥゲザーでいただきます。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、このモクテルがお気に入りすぎて何度も注文していました。メインはサンドイッチで、シーザーサラダはシェアをして食べました。ここまでずっと水着を着ていたので、一旦お部屋に帰って着替えました。写真が出来上がる時間が近づいていたので、アーケードまで向かいます。撮っていただいた写真はパソコンをお借りして選びました。メールで送るというふうに聞いていたのですが、パソコンは Mac、私たちは iPhone でしたので AirDrop で送っていただきました。シュノーケリングの道具を返却しに来ました。シュノーケリングのレンタルする建物の奥に少しスペースを見つけたのでちょっと行ってみます。この美しい海とも明日でお別れと思うと名残惜しかったです。それではシュノーケリングの道具を返却しに行きます。返却をした後、隣にショップを見つけたので入ってみます。スキューバグッズなど海に関連するものが売っていました。一つだけ購入したので後ほどご紹介します。ここからまだ行っていなかったトゥゲザーのアフタヌーンティーに行きます。この日はアワーパーティーをやっていてとても賑わっていました。ビュッフェ形式で軽食やスイーツなどが自由に取れるスタイルでした。食べるのはほどほどにして一旦お部屋に帰ります。先ほど購入したのはこちらのカバン。私が見た中ではリゾートの名前が入っている唯一のグッズで、他に持たれている方を見ていて欲しいなと思っていたところ、偶然見つけられてとてもラッキーでした。
夕食に向かおうとしたところ、お部屋近くの岩場にカニがいました。それではいよいよモルディブでの最後のディナーに向かいます。最後の夕食はタイ料理のタクライです。お通しをいただきました。雲がなければ美しい夕日を望めたのかもしれません。前菜はココナッツクリームスープとエビのフライをいただきました。日が暮れるとこんな感じにライトアップされていました。店員さんのおすすめでエビのサラダもいただきました。メインはパッタイとマッサマンカレーです。デザートはバナナフリッターとカラメルプリンです。このお店で初めてサインを求められました。店員さんのおすすめで追加注文したサラダはお金は支払わなかったのですが、同じような状況になった際は追加料金がかかるのかしっかりご確認することをお勧めします。この後、お部屋に帰って帰国の準備をしていると、チェックアウトや水上飛行機についての連絡がありました。預け荷物は6時45分までに部屋の前に、チェックアウトは朝7時、水上飛行機の出発時間は朝8時でした。まさかそんなに早いとは思っていなかったので、できるだけ準備を済ませてから4日目は終了しました。最終日、5日目の朝です。滞在してきた中で一番天気のいい朝だったかと思います。部屋の外にあるポストに利用明細が届いていました。それではチェックアウトをします。チェックアウトの後、店舗に朝食を食べに来ました。店舗の詳しい様子は前回の動画をご覧ください。朝食の後、指定されていた場所まで向かいましたが、今回はここまで。今回はリゾート滞在後編をお届けしました。次回の動画ではシアムワールドに滞在してみてどうだったか、滞在中かかった金額の総額をご紹介します。何かご不明な点や質問などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。続きが気になる方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひお楽しみに。